はい、皆さん、こんにちは、ときまるです。今年は、自分にとってはソニーの年となりましたね。撮影機材に関しては。カメラに関してはね。で、今年に入ってからソニーのカメラを3台使ってきました。で、結局、行き着いたのがこれです。はい、ソニーの α7 Mark III です。今日はこちらのセットアップを紹介していきたいと思います。はい。ということで、ソニーの α7 Mark III です。S Mark III ですね。で、レンズは1635をつけてます。G レンズ。でもこれだけですね。これ1本で撮影しています。で、インナーズームで、これはこうズームしてもここが伸びないやつですね。だから割と重さ的にはこれで1キロくらいなんですけどね。2つ合わせて。1キロぐらいです。で、ちょっと幅あるかなって感じなんだけど、ギリギリ許容範囲。一応この辺のメニューはもう大体ソニーのカメラに共通するところで、はい。で、大体このもう動画のマニュアルモードで撮っています。で、あとは写真。で、メニューなんですけども、まず記録方式。これは、いろいろあってソニーのモードが最近ね。で、一番スタンダードな、XAVC の S の 4K。これで撮影します。で、HD があったりとか、あと HS の圧縮バージョンがあったりとか、オールイントラの、これは結構情報がたくさん入っていてガチガチに編集するときに使ったりするんですけども、基本的にはスタンダードなモード。これで撮影をします。で、動画設定に関しては、フレームレート、だいたい24から30を僕は選択することが多いですね。で、結構長回しとかだったり、Vlog で一日中撮るようなときは、容量節約の意味もあって 24fps。基本的には30で撮ってます。で、記録設定。こちらは、一番最大のですね、140M の422の10ビット。これで撮影します。はい。で、このカメラは、10ビットが使えることが、一つのポイントというか魅力なので、もう圧倒的に色域というかね、色の容量が多くて、で、10ビットで撮影した方が若干の色編集が聞きやすくなるので、だいたい10ビットで撮影しています。で、スローとクイックはもうほとんど使わないですね、僕は。はい。で、露出モードは動画の時はシャッタースピードを優先で、はい。動画の時はだいたいシャッタースピード優先か、マニュアルも使うんですけど、シャッタースピード優先。Vlog の時なんかもほとんどこれか、あとは絞り優先で、撮ったりもしますね。で、このレンズはこういう感じでマニュアルで絞りが使えるので、ここで簡単に絞りを切り替えて撮影するっていうことをやったりしています。で、マーカー表示。このマーカー表示をたまに使いますね。で、ショートカットキーに割り振っていて、アスペクトマーカーを235の1に設定しています。こうすることによって、このラインですね、セーフティーゾーンみたいな感じで、このラインが出るので、ちょっとシネマティックに撮るときとか、僕ほとんどその上下切ることないんですけど、たまにこう切った編集をするときなんかは、これで見たりとかします。で、結構これは水平撮るのにも役に立ちますね。一応水準器はついてるんですけど、こういう感じで。ただ簡易的にこれで水平を見たりもしています。で、基本的に速攻モードは、マルチ設定。で、ホワイトバランスもオート。で、この優先設定を結構最初の頃は、ホワイト優先とかにしてたんですけど、もう最近は割と標準で撮ることが多いですね。標準にしておいて、ホワイトバランスオートっていう感じが気に入っています。で、D レンジオプティマイザーは切る。これはダイナミックレンジを拡張するモードで、これは基本的に落としています。で、僕は結構そのシャドウと明るいところの境界を割とはっきりするのが好きなので、切ってますね。で、クリエイティブルックとかピクチャープロファイルは全く適用せず、ログ撮影もほとんどしません。で、クリエイティブルックはもうスタンダードの標準設定で撮影をします。はい、バッテリーを節約するために、機内モードはオンにしています。本当になんか効果があるかはあんまわかんないですけどね。一応やってますね。はい、カスタムキーなんですけども、カスタムキーの設定は、変えてるところは、この中央にホワイトバランスの切り替えを設定しています。なんで、真ん中を押すとホワイトバランスを切り替えることができるようになってますね。で、割とよく使うところなので、ここに設定しています。で、この左と右はドライブモードと ISO 感度。はい。で、右側が ISO 感度で、左側、これドライブモードにはなってるんですけど、これを表示にしてますね。多分動画の切り替えでやってんのかな。だから多分写真の時はこのドライブモードになって、タイマーとかが設定できるようにしていますね、一発でね。で、動画の時は、
ガイドラインの表示を使うことが多いので、ガイドラインの設定にしています。で、この後下の部分は、APS-C と 35mm の切り替えにしています。で、こうすることによって、例えば写真の時に、下を押すと、ワンタッチで APS-C のモードに切り替えることができる。だからここで割とね、35mm からクロップして50とか、55とか60ぐらいかな。55ぐらいになるのかな。の距離で撮影するために、ここでワンタッチのものを入れています。あと言い忘れたんですけど、ここの設定を言ってなかったですね。ここがですね、録音レベルに設定をしています。で、ここにオンマイクをつけたときに、ここがね、マイクの接点になるので、ここはマイクの接点になるので、このマイクのとこに、このマイクの音量っていうのを設定することによって、ちょっと直感的に使えるようにしています。はい、それから上面の上部なんですけど、ここは、動画撮影のボタンと、ピント拡大を入れています。ここですね。なので、動画スタート、録画と、これはピント拡大。ピントを見るような感じ。で、やっぱこういう風に構えて動画の場合はここでボタンを押すことが多いので、ここを設定しています。で、たまにね、ここファインダー覗きながら、そのまま動画撮影するときもあるので、ここもね、録画ボタンに設定をしています。なので、この2つが一応録画ボタンっていう感じの設定にしています。で、さっきあったように、シャッターボタンでレコーディング。これもオンにしています。はい。で、それからタッチパネルの操作は切る。切ることにしています。もうここに触ってね、設定が変わるのが僕はちょっと嫌なので、だいたいタッチパネルの操作は切るにしています。ある方が、使いやすい時もあるんですけど、ほとんど入れないですね。はい。で、ファインダーモニターの明るさは、マニュアル。で、設定も変えずに、ファインダーもオートです。で、表示画質。これ多分再生時の表示画質だと思うんですけど、これを、最高画質。高画質にしています。よく詳細を見たいってのがあるんで、高画質にしています。で、フレームレートは標準です。撮影残量は表示せずに、オートレビュー。これは切るにしています。で、これは写真を撮影した後にここに表示されるようなやつですね、写真が。それはもうなしにしています。はい。で、これ割と重要なとこなんですけど、パワーセーブ開始時間。これはもう1分でパワーセーブオフにするように設定をしています。それから自動電源オフですね。これも高い、高にしています。こうすることによって、本機の温度が若干上がるんですけど、長時間の撮影、例えば1時間とか長回しするような、インタビュー動画とか、そういうのは撮りやすくなります。なので、ここは高いに設定。はい。で、サウンドオプションの電子音は切るですね。電子音は切るに設定しています。はい。大まかな設定は簡単ですが、そんな感じです。で、僕はこのマイメニューの方を一番、表示するようにしていて、ここに、動画の記録方式と動画設定ですね。フレームレートとかを設定する項目。で、ドライブモード。これは写真の時に使うやつで、あとはメディアの残量表示。で、フォーカスエリアですね。フォーカスエリアの設定。基本的にワイドで撮るんですけど、フォーカス設定を入れてたり、あとは露出モード。これをマニュアルかどうか。動画撮影の時にここで簡単に切り替えられるようにしていたり、で、最後はフォーマットですね。メモリーカードのフォーマットができるような項目を入れています。で、基本的にここの画面にしておいて、すぐこれを立ち上げて、こういうふうに呼び出せるようにしています。はい、以上。ということで、はい、今ではすっかりお気に入りの α7S Mark III です。夏頃から使い始めてるんですけど、全く問題ないですね。で、ちょっとね、これが一応バリアングルになってて、結構この Vlog も対応できるっていうのが、これのすごいとこではあるんですけど、これね、やっぱね、ちょっとね、壊れやすいんですよ。なんで、三脚とかつけたりとかして、こうやって倒しちゃったりすると、この僕のようにちょっと歪んだりとか、パキッといったりしやすいので、これだけ気をつけてください。で、画素数が動画用にチューニングされていて、その分 S っていうのは多分センシティビティとかっていう意味があるのかな。結構高感度に対応するモデルになっているので、画素数は低いんだけど動画はむちゃくちゃ高感度に対応して撮れるっていう風なカメラです。
ただね、僕の場合はそのスチールでもそんなに横6000とか最近そんな使わないんで、プリントの仕事がそんなにもうないっていうのがあって、で、ほとんどデジタルの撮影でデジタルでアウトプットみたいなものになるんで、だいたい、写真の画素数がですね、これ横が4700ぐらいなんですよ。L で撮ったとしても。だからそれくらいにはなるんですけど、もうそれで、十分ですね。L サイズで撮ってやっています。まあよく言われるのが、まあこういうふうに、せっかくカメラの形してね、ファインダーがあるんだから、写真の画素数ももうちょっとあった方がいいよね、みたいな声もまあ聞くんですけど、まあ自分の使用用途としてはものすごくフィットしているかなっていう感じですね。動画メインなんだけど、動画でガシガシメインに使えるんだけど、ファインダーもあるから写真も撮れるっていう風な、なんかちょっとそういう風なカメラになっています。はい、ということでご視聴いただきありがとうございます。で、カラー設定とかはもう基本的に変えずに、もうほとんどスタンダードですね、僕はね。結構そのままの色味が好きなので、もうスタンダードで、撮影をしています。あとはちょっとホワイトバランス気をつけるぐらいかな。全く問題ないですね。全く問題がない。はい、手ブレ補正をアクティブに入れると、若干画面がクロップされるっていう問題はあるんですけど、それでもこういう風に手持ちで撮影できるので、かなり重宝しています。はい、じゃあ今日はこれくらいで、カメラのセッティングの話でした。また次回。バイバイ。